皆さん、こんにちは。パルです。みんな元気ですか？先生は正直ちょっと気分が下がっています。なぜかというと、前髪を失敗してしまいました。多分みんなあんまりわかんないかもしれないんですけど、ここ数ヶ月はずっと前髪を伸ばしてたんですね。で、いつもの動画でも前髪を分けている状態だったと思うんですけど、なんか久しぶりに急に前髪を切りたくなってしまって、切ったんですよ。で、今までずっと前髪ありだったので、まあ、やばいぐらいの失敗はないんじゃないかなって思ってたら、盛大にかましてしまいました。盛大に失敗してしまいました。これは結構頑張って整えた状態なんですけど、まっすぐバサって切っちゃって、どんな感じかって言ったらすごくやぼったい、垢抜けてない感じが出ちゃって、もうみんなに見せれるような前髪じゃなくなってしまいました。これは結構頑張った状態です。はい、なので、ちょっと気持ちが萎えています。なんかちょっと気持ちが良くない感じです。伸びるまでちょっと我慢かなっていう感じです。すぐ伸びるかな。伸びたらいいけど。なのでしばらくこのちょっと変な前髪になるかなと思います。で、ちょっとね、悲しいというか、気分が下がっているっていう話は置いておいて、いいことも最近ありました。実は2月の8日、日曜日は、あれ日曜日だよね。2月8日は誕生日でした。何人かの方がお祝いのメッセージくれてすごく嬉しかったんですけど、はい、メッセージくれた方ありがとうございました。そう、誕生日だったんですね。で、弟が誕生日プレゼントをくれました。で、今年の誕生日プレゼントは和牛でした。みんな和牛ってわかりますか？知っている人も多いと思います。日本にはとっても美味しい、日本のブランドの牛肉があるんですね。これを和牛と言うんですけれど、結構高いんですよ。普段全然食べられないちょっといいお肉ですね。これを弟がくれました。でね、早速食べてみたんですけど、めっちゃ美味しいね。うん。まあ、よく食べるものじゃないかなって思うんですけど、たまに食べるとやっぱりすっごく美味しい。口どけもすごく滑らかで、確かに高いお肉だとちょっと脂っこいから、たくさんは食べられないけど、ね、ちょうどいい分量で食べたらものすごく美味しい。お米もね、進むし、どん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 食べちゃう。本当に美味しかったです。なんで、弟との関係はね、実は子供の時はかなり悪かったんですよ。毎日のように喧嘩しているような兄弟だったんですけど、大人になってから結構仲が良くなったかなと思います。悪くはない。めちゃくちゃいいわけでもないけど、たまに連絡取ったりとか、いい感じの関係が築けているんじゃないかなって感じます。はい。ということでですね、今回のポッドキャストの内容は、この前置きとは全然関係がないんですけど、今回はハラスメントについてお話ししようかなと思ってます。なので、皆さん興味があったら、最後までぜひ聞いていってください。皆さん、そもそもハラスメントってわかりますか？ハラスメントは簡単に説明すると、人に対する嫌がらせやいじめなどの迷惑行為のことです。もう少し具体的に言うと、属性や人格に関する言動などによって
相手に不快感や不利益を与えて尊厳を傷つけることです。どんな場面でどんなハラスメントがあるか大きく分けると、まずは職場や業務に関連するハラスメント。それからコミュニケーションを取るときや日常のハラスメント。そして個人の属性やパーソナルなハラスメント。大きく分けるとこんな場面でのハラスメントがあります。では、ここからはもう少し詳しくどんなハラスメントがあるのかを紹介していきます。まずは、職場でよく言われている三大ハラスメントを紹介します。一つ目は、パワーハラスメント。略してパワハラと言います。パワハラは、優越的な関係を背景とした業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動のことです。ちょっと例を出します。どんなことがパワハラに該当するかというと、例えば身体的な攻撃、殴るとか蹴るとか物を投げつけるとか、これはパワハラにあたります。それから精神的な攻撃。例えば人格を侮辱する暴言とか、人前で過剰に叱責をするとか、これもパワハラになります。他には人間関係からの切り離し、必要な情報を与えないで孤立させたりとか、会議に参加させないとか、あとは過大な要求、明らかに達成不可能なノルマの強制をするとか、こういったものがすべてパワハラになります。日本ではパワハラはね、まだまだ多いんですよ。結構この事例があって、みんなの国ではどうですか？パワハラは多いですか？そういった事件とかニュースよく見ますか？日本はね、悲しいですけど、ちょくちょくこういったニュースを見ます。なかなかなくならないですね、パワハラ。はい。では、二つ目。二つ目は、セクシュアルハラスメントです。略して、セクハラと呼びます。このセクハラは、性的な言動による嫌がらせのことです。じゃあ、どんな言動がセクハラにあたるかというと、例えば、子供はまだできないのとか、スリーサイズ教えてとか、フェチは何とか、あとは、YouTube 大丈夫かな？例えば、お前童貞じゃないのとか、初体験いつとか、急に聞かれたらちょっと気持ちが悪い質問。これらは、セクハラにあたります。他にも、外見の特徴について言ったりとか、例えば、太りすぎだよとか、お尻大きいねとか、スタイルいいねとか、目が小さいね、鼻が低いねとか、あとはムキムキでセクシーだねとか、口臭がきついよとか、これも全部セクハラにあたります。とにかくもう外見に関しては言わない方がいいです。はい。で、時々、褒めている内容でもセクハラに当たることがあるらしいので、とにかくここは気をつけた方が良さそうです。はい。これもだんだんセクハラに当たるこの範囲が増えてきて結構厳しくなっています。はい。では続いて3つ目。3つ目はマタニティハラスメント。略してマタハラです。マタハラは妊娠、出産、育児休業を理由とした不利益な扱いのことです。
じゃあこれもね、どんなことがマタニティハラスメントになるかというと、例えば、忙しい時期に妊娠なんかして迷惑になると思わないとか、育休を取ってもいいけど、他の人の仕事が増えることを忘れないでねとか、あとは育児中の従業員は急に休むから雑用しか任せられないよねとか、昔は育休なんてなかったし、子供ができたら辞めるのが一番いいと思うよとか、こういう発言はすべてマタハラになります。うん、はい、今紹介したこの3つが職場での三大ハラスメントです。で、今紹介したハラスメント以外にも本当にいろんなハラスメントがあって、例えばリモートワークハラスメント。これは結構最近コロナが流行ってからできたハラスメントだと思うんですけど、略してリモハラ。これはリモートワーク中の監視とか、不要なウェブカメラのオン共用とか、これをリモハラというみたいです。うん、先生の場合は、経験してないですけど、こういったハラスメントもあるんですね。他には、ケアハラスメント。これも略してケアハラというんですけど、これは介護休業とか短時間勤務など、介護制度利用への嫌がらせはケアハラに当たるみたいです。これらはすべて職場とか業務上のハラスメントです。他にもたくさんあるんですけど、次はコミュニケーションとか日常のハラスメントを少し紹介します。コミュニケーション日常のハラスメントでは、例えばロジカルハラスメント、略してロジハラと呼ばれるらしいんですけど、このロジハラは正論で相手を追い詰めて精神的に追い込むことを指しているらしいです。なんか正論を言うのもダメみたいですね。正論を言うのはいいけど、正論を言って相手を追い詰めてしまったらダメみたいです。結構厳しい。そして他にはソーシャルハラスメント、ソーハラって言うんですけど、これは SNS でのつながりを強要したりとか、仕事外での監視をすることらしいです。これもね、SNS が発達した今だからこそあるハラスメントですね。はい。他には、結構ね、いろいろあるんですけど、カラオケハラスメント、カラハラと呼ばれるものなんですけど、これは飲み会などで歌うことを強要することをカラハラって言うらしいです。これはね、でも飲み会とかで歌を強要されたとか、たまに聞きますね。やっぱりみんな多分お酒も飲んでいるから、酔っているっていうのもね、あるかもしれないけど、そう上司に強要されて歌いたくないのに歌わないといけないとか、これも立派なハラスメントになるようです。他にはアルコールハラスメント、アルハラ、飲酒の強要、一気飲みしろとか。一気飲みは一回で全部飲むこと、一気飲みって言うんですけど、例えば上司からね、お前一気飲みしてみろって言われたりとか、お前酒飲めとか、これは全部、アルハラになるようです。本当にね、他にもいろいろあって、先生が実は知らなかったのは、ブラッドタイプハラスメント、略してブラハラって言うんですけど、血液型による性格診断やステレオタイプに基づく差別のことを指してるみたいで、どんなことがこのブラハラになるかっていうと、例えば、お前は A 型だからどんな性格だとか、お前は B 型だから何々ができないだろうとか、血液型でその人を判断するっていうのがダメだよっていうものらしいんですけど、日本では
血液型で人の性格を見る血液型占いっていうのが結構人気があるんですね。で、その中でも A 型はどんな性格、B 型はどんな性格、それからこの血液型とこの血液型の相性がいいか悪いかとか、そういう占いがあるんですよ。なので、そこからこういったハラスメントがね、できてしまっているんじゃないかなって思うんですけど、こういうのもこれからちょっと気をつけた方がいいかな。むやみに血液型を聞いて、あ、じゃあこんな性格っていうのもやめた方がいいのかもしれないですね。はい。では次は個人の属性、パーソナルなハラスメントを少し紹介します。例えば、ジェンダーハラスメント、略してジェンハラというんですけど、これは例えば男のくせにとか女のくせに、このような性別役割分業を押し付けることをジェンハラというみたいです。でも正直これはね、結構今でもあって、先生のね、お母さんもたまに言うんですよ。弟に、男のくせに虫が怖いなんて、早く虫殺してよとか、家でゴキブリが出た時なんかはよくね、聞きます。男なんだから殺して、ママとね、先生は無理だよってよく言ってます。家族だから全然いいけど、外でこういうことを言うのももうダメみたいです。それから、エイジハラスメント。これも略してエイハラって言うんですけど、年齢を理由にした嫌がらせとか差別っていうのもあるみたいです。国によってちょっと違うかもしれないんですけど、日本は結構先輩後輩の関係が強い国です。年齢が高ければやっぱり敬語を使わないといけないとか、そういうことがあるんですけど、例えば俺は年上だから何々だとか、年齢で差別するっていうのも今はハラスメントに当たるよっていう感じです。それからパーソナルハラスメント。これは略してパーハラっていうんですけど、個人の容姿とか私生活への過度な干渉のことを指しています。先生も普段よく YouTube とか TikTok とか、あとX とか見るんですけど、Instagram とかね、コメント欄を見ると、やっぱり容姿について言う人も結構多かったり、私生活に対して干渉したりとか、結構多いんですよね。で、最近の YouTuber なんかは、もうそういうコメントが来たら開示しますってね、よく言ってる人がいるんですけど、本当になんでそんなに他人に悪いことばかり、他人が気にするようなことばかり言えるんだろうなって思いますけど、はい。これも立派なハラスメントになるので、皆さんそういったことはしないようにしましょう。はい。ここまで、いくつかのハラスメントを紹介してきたんですけど、皆さん気づいたことはありますか？はい。何々ハラスメントってたくさんあるんだけど、日本ではすべて4文字に省略されます。何々ハラに省略されますね。パワーハラスメントはパワハラとか、あとはマタニティハラスメントだったらマタハラとか、必ずね、4文字に省略されるようになってます。はい。では、最後に、ちょっと面白いハラスメント。なんか面白いって言ったら良くないけど、最近できた新しいハラスメント、ちょっと珍しいハラスメントを少しだけ紹介しようかなと思います。まず一つ目は、エンジョイハラスメント。エンジョイハラスメント。名前を聞いたらなんだって思うかもしれないんですけど、みんな、じゃあさっきのルールにのっとって4文字に省略できますか？エンジョイハラスメント。はい。これはね、4文字に省略すると、エンハラになります。エンハラ。はい。このハラスメントは、
飲み会やイベントで楽しめ、陽気になれと強要して楽しんでいない人を責める行為らしいです。これもダメみたいですよ。なので、無理やりさせるっていうのが良くない。人それぞれ性格もあるので、こういった強要はしてはいけないっていうので、エンハラというのがあるらしいです。続いて、次は、ホワイトハラスメント。ホワイトハラスメントっていうのは、上司が部下に仕事を与えなさすぎて、成長機会を奪って、逆に精神的負担をかける行為らしいです。これの怖いところは、上司は部下のためと思ってやっているんだけど、実はハラスメントになってるっていう。これは上司の人は要注意です。気をつけないといけません。上司がね、部下を思いすぎて、仕事を奪いすぎても良くないということですね。はい。続いて、スメルハラスメント。スメハラって言うんですけど、これは香水とか体臭とか、あとは口臭などで周囲に不快感を与えることを言うみたいです。これも結構危険なのが、やっぱり体臭とか口臭を気にしている人っていますよね。気にして香水をたくさんつけすぎてもハラスメントになっちゃうんです。このスメハラは香水の匂いも含まれるので、つけすぎも良くない。でも体臭が臭すぎるのも良くない。口臭が臭いのも良くない。夏なんかは汗をかいてね、汗の匂い強いのも良くない。大変です。なので、みんな匂いには結構気をつけないといけないんです。はい。それから、うーんとね、マリッジハラスメントっていうのがあって、マリッジハラスメントはマリハラって言うんですけど、いつ結婚するのと独身者にプレッシャーをかけることを言うみたいです。はい。皆さん、独身の人にいつ結婚するのって聞いていないですか？はい。これもハラスメントなので、もう独身の人にいつ結婚するのって聞いちゃダメです。はい。結婚したくない人もいると思うし、結婚したいけどできない人もいると思うし、はい。そっとしておいてあげましょう。何も言わないのが一番です。はい。じゃあ、あと2つ紹介しようかなと思います。はい。1つが、オモハラ。オモハラっていうのは、最近面白いことあったって無茶ぶりとか笑いを強要することらしいです。うん、なんか、こなんていうかな、会社の集まりとか、友達と集まった時に、なんかお前面白いことをやってよとか、面白いこと言ってよ。最近面白いことあったとか、結構ね、言う人がいるんですけど、これもハラスメントみたいです。なので、わざわざ無理やり面白いことを言わせるとか、やらせるとか、強要するのはもう今ではダメなんです。はい。では最後のハラスメント。これも先生初めて聞いたんですけど、ヌードルハラスメント。もしくはラーメンハラスメントと言ってもいいんですけど、こういったハラスメントが最近あるみたいで、どんなことかというと、例えば、ラーメンに詳しい人が食事中に熱く語りすぎて周囲を疲れさせるとか。なんか、これもハラスメントって思うんだけど、これもダメらしいです。あとは、匂いのハラスメント。例えばオフィスとかでカップラーメンの匂いが不快とクレームが入ったりとか、あとは麺をすすって食べる音が周囲に不快感とか精神的苦痛を与えているとか、これも、このラーメン、ヌードルハラスメントに当たるらしいです。
みんなも結構有名な文化なので知っているかもしれないんですけど、日本ではラーメンなど麺をね、すすって食べる文化がありますよね。うん。あの、日本人にとっては結構普通なんですけど、場合によってはハラスメントになる場合があるそうです。なので、これも要注意な新しいハラスメントなんです。ということで、今回はいくつかのハラスメントを紹介しました。本当に一部だけ紹介したので、もっともっとたくさんのハラスメントがあります。気になった方は、何々ハラスメントって調べてみてください。そしてみんなもハラスメントに該当しないように気をつけてください。はい。では、今回も先生のポッドキャストを聞いてくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。じゃあまたね。バイバーイ。